雑談です。つむぎちゃんです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、言っちゃいけないこと、聞いちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、ほとんどテレビの話をしておりますが、いや今期のドラマはすごかったっていう話の前に、昨日は何をしてたかと言いますと、あれですねというか、夕方打ち合わせに出るまでに作業を進めて、打ち合わせを1個しに行ったんですが、そこでね、場所がバレちゃうんであれだな、ですけども、通りすがりに個展をやってるところを覗きました。そこはなかなかいい感じのドローイングをやってましたね。こういいなぁと思って見て、ふらふらっと立ち寄ってみて、で後で調べたらなかなかすごい人らしいので、いやこれはすごいいいものを見たなと思って打ち合わせをして、その後やついフェスに提灯を出してたんで、じゃあ提灯の写真だけでも撮りに行こうと、オンエアウエストかな、あれはの入り口のところまで行って写真を撮って、でそのまま確か、渋谷か原宿で田中秀幸さんの個展があったなと思って、こうブラブラ、原宿だったんで、渋谷からブラブラ歩いて行ってきまして、やっぱりいいですね。ミルクちゃん以外のね、僕バスタームーブ、ずっと好きだったんで、あれですけど、バスタームーブが大好きで、あれをプレステ3だかでエミュレーションでできるんですけど、5フレームぐらいずれるんですよね。ラグがひどくて、で全然ゲームがリズム、なんていうんですか、音楽ゲームなんでリズムに合わせてこうダンスしていくっていうゲームなんで、それのキャラクターデザインもやってて、それの実機プレステ1があって飾ってあって、とかいろいろね、これまでのキャラクターのやつとかあって、本当に良かったですね。原宿のブックマークなんとかってとこでやってましたんで、ぜひね、行っていただければなと。本当にガチャガチャ持ってね、バッジが全然で、田中さん本人もいてて、少しおしゃべりしてガチャガチャをやってたんで、ガチャガチャやってしまうよねって言いながら、こう結構何回かやったんですけど、結局ミルクちゃんが出ずに出なかったと思いながら帰ってきました。また行ってミルクちゃんが出るまで、結構レアなやつが出ましたよとはね、おっしゃってたんでよかったんですが、そんなことをしておりました。であれですよ、帰りにね、ニュースにもなってましたので、電車が止まっててね、原宿の JR の原宿の駅に行ったらすごい人で、いやすごい人だな、日曜日の夕方でもと思ったら違うんですよ。停電で止まってるって、電車が山手線が止まってるから、これ困ったな、ちょっと待って、どうやって帰ったらいいんだと思ったら、原宿なんで副都心線通ってるし、副都心線なら新宿3丁目まで行って、新宿から山手線が止まってるって言うから、総武線は動いてるだろうと思って、とりあえず副都心線で新宿3丁目まで行きの、新宿3丁目から新宿駅まで歩きのところが JR 全部これ入れてくんないんですよね。止まってるっつって、弱ったなと思って、丸の内線で阿佐ヶ谷南阿佐ヶ谷まで行けばいいやと思ったんですけど、これ違うんですよ。僕阿佐ヶ谷なんですけど、西武新宿線で鷺宮から歩いた方が近えじゃねえかとね、歩いてから気がついたんですけども、南阿佐ヶ谷ね、丸の内線で帰ってきてね、ギリ帰ってこれましたけどだから JR が止まってても意外にこう電車は使えるというかね、僕的には行動はできるんだなっていうのはちょっと思いましたね。だからなかなか便利な
ところに住んでいるなと痛感したんですけど、中でね閉じ込められちゃった人というか止まっちゃった人は大変でしたでしょうけども、びっくりしますよね。あんな停電でね一気にこう止められちゃうとね、しかも帰宅時間ぐらいでしたでしょ。だからとはいえ休みだったんであれかと思いますけど、なかなか大変ですよね。結構長い時間止まってたんじゃない。僕が気づいた時には6時違うな7時半前ぐらいかなんで、ね、もうちょっとしたら動き出してたのかな。2時間ぐらい止まってたって夕方からね、大変でしたけども、そんなことをしておりまして、で見ましたですね。今日は本当はねドラゴン桜のことでも話そうかなと思ったんですけど、やっぱりねコントが始まるですわ。本当に公式のダイジェスト10分のダイジェストのやつを全部ね、最終話はまだ上がってないんであれですけど、9話まで全部ダイジェストをこう見直してたんですよ。というのも好きすぎてね。したらやっぱりね4話7話8話かな、8話はあれか違うか、4話7話とねつむぎちゃんがこうナレーションで喋るというかシーンがあるんですけど、つむぎちゃん古川琴音さんの声ナレーションがね本当に素晴らしくてたまんないなと思って、これは本当につむぎちゃんの物語でもあるというかねだからつむぎちゃんはこれといってというかね、これといってってことはないか、なんですけど本当に良かったな。あとはね1話から振り返ってコントのタイトルでいくと思い出すんであれですけど、水のトラブルね、これがそもそものきっかけというか始まりであり、ここに帰結するんかいみたいなことでねなってましたけども、水のトラブルね、そして屋上で俊太くんの過去がというかね、親とうまくいってなかったみたいなことが語られていたり、で奇跡の水はこれハルトくんのお兄さんの話ね。であれですよね、足を洗うっていう振りもここでされててね、ですね。奇跡の水で捨て猫はこれつむぎちゃん会ですよね。つむぎちゃんが猫を拾ってきちゃうみたいなところからね、ありましたけどもね。で5話目がカラオケボックスね。カラオケボックスのあれ印象がちょっと薄いな。で6話金の斧銀の斧ね。これはあれですよ、本当にね金の斧銀あれですね、金の斧銀の斧で7話が無人島、何を持っていくかね。辞書でこの言葉の後には先には何が書いてあるかみたいなところで、物語が帰結するというかね、そういうことというのが、昔千原兄弟さんのコントで国語辞書柔道っていうのがありましてね、こう同じ言葉を、出版社の違う辞書同士で調べてこう、例えば歩くとかね、そういうどう説明されているんだろうという言葉をいろんな出版社の辞書で調べて、こうあまりにも当たり前すぎてどう説明されているのかみたいなおかしみを戦うみたいなことをやってましたね。それも20年以上前にね、辞書柔道っていうのをやってました。そんなことをちょっと思い出したりで、8話がファミレスね。ファミレスがこれね、これもなかなかねいいですね。で9話が結婚の挨拶ね、実況のやつ。で10話が引っ越しとね。やっぱり
つむぎちゃん会もいいんですけども、この 5話のカラオケボックスでね、中浜さんがね、りほこさんが努力した人は報われてほしいとは思いますけども、本当に報われるかどうかは正直わからないですよねと。後から遅れて結果が出る努力もあると思いますよっていうのは、これなんだっけ、華道部園芸をやってたのかな、で花の名前が全部分かったっていう振りがねここでもあるんですけども、でこれちょうどね全10話の真ん中じゃないですか。ここでもう大体ねこのドラマの趣旨というか、まあ結果が今すぐに出なくても後々、まあ最終話でもね言ってました、ハルト君が言ってましたけども、こう面白いいい人生だったなって思えればそれでいいじゃないかと。何か結果と輝かしいというか、まあ目に見える結果というか形に残った結果というかじゃなくても、その過程で後に良かったなって思える人生の方がいいなっていうようなことが、まあこのドラマ全体を通してね言ってるっていうのは本当にいいドラマだったなって思いましたね。だからこう天下取るのが全てじゃないというか、だからねそれこそ脇役には脇役の人生がそれぞれあるとかね、まあ人それぞれの人生は自分が主役なんですけどもね、それがね主役であるとか脇役であるとか関係なく自分の人生は全部自分が主役なんだというような話でね、でこれ最後ね水のトラブルに戻ると、でここラーメン屋でしょ、だからラーメン水のトラブル解決して、例えばここでハルト君がラーメン食ったらまた何かこう決断をするんじゃないかみたいな思わせぶりを含んだ終わり方というかね、だと思いますね。本当に良かったな。で一つね最終回で打ち上げの席に入ってきたおばちゃん2人だから、ファミレスの時かな、どこだっけ、カラオケボックスの時かな、金のなんか途中でね出てきたでしょ、ファミレスでお花の名前聞いたおばちゃん2人が打ち上げの席に入ってくるんですけど、おばちゃん2人のどっちかがもしかしたらこれ陣内のコントで出てきた緑山照子なんじゃないかと思いましてね、これちょっと事務所に確認勝手にしてやろうかなって思って探してるんですよ、緑山照子さんをね。であまりにも似てて、で確かに役名調べたらこの人なんじゃないですかっていう噂はヤフー知恵袋ではね、この人特定班だこの人だみたいなのあったんですけども、でもなんか似てるけどもちょっと違う気がする、声も確かに似てるけどなんか違う気がするみたいなんで確認が取れていないんで、これアホのふりしてその事務所に電話かメールして確認こっそりしとこうかなって思いまして、全然関係ないところに帰結するっていうね、はい、そんな感じでしたかね。コントミートソースね、やっぱりつむぎちゃんのミートソースが食べたいですよ。粉チーズたっぷり振ってもおごらないミートソース、それをねつむぎちゃんはソースないのっつってバター醤油でパスタ食ってたでしょ。いじらしいじゃないですかね、本当に。まああれですよ、このコントが始まるで開花したというか、まあそれまでにね朝ドラ出てとかね話題にはなって、その時は僕は気づいていなかったんですけど、ここでつむぎちゃんの魅力にね古川琴音さんの魅力がもう十分に発揮されていたコントドラマだなと思いました。んであれですよ、街の上でね下北の映画もうつむぎちゃん古川琴音さん出てるんですけど、それもね
頭冒頭古川琴音さんのナレーションで始まるんですけど、これはやっぱりつむぎちゃんってね、古川琴音さんのそのナレーション能力の高さというかね、本当に素晴らしいので、ぜひダイジェスト10分のやつをね、こう全部見るだけでも本当に楽しいんで、コントが始まるはぜひね、おさらいして何度もこう味わうように見てほしいなと思うドラマでしたといったところで、ちょうど随分時間が過ぎましたけどね、はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。